最近ユーロラックをはじめとするモジュラーシンセサイザーのシーンがかつてないほどの盛況を見せているようですね。ただこれだけ多くの人がつまみを回しパッチケーブルをつないでいるのに、そもそもこの楽器がどのようにして生まれたのか、その成り立ちについて詳しく知る機会は少ないように感じます。ええ、そうですね。1960年代のほぼ同時期にアメリカの東海岸と西海岸で誕生したこの電子楽器の背景には、我々の想像を超える思想のぶつかり合いがありました。へえ、単なる機材や回路の違いという次元ではなく、楽器とはそもそも何か、音楽とはどうあるべきかという根源的なイデオロギーの激突ですね。はい。いわばシンセサイザーにおける東西冷戦の幕開けとも呼べる歴史的な文脈が存在しているのです。歴史を紐解いていくと、技術と哲学がいかに密接に交差してきたかという謎が浮かび上がってきます。なぜ同じ1960年代初頭という時代に全く異なるアプローチが東海岸と西海岸で同時に生まれたのか。本日はその根本的な設計思想に迫っていく探求をお送りします。本編の深い解説に入る前にリスナーの皆様へお伝えさせてください。こうした音楽技術の歴史と思想を紐解くコンテンツを今後もお届けしていくため、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。皆様の知的な探求心が私たちの活動の支えとなります。では本題に入りましょまず東海岸のロバート・モーグのアプローチから見ていきますが、彼は物理学者でありながら極めて現実的な視点の持ち主でしたよね。その通りです。彼は未知の電子楽器を既存の音楽家がいかにしてスムーズに受け入れられるかという点に腐心していました。なるほど。その結果として採用したのが、我々にも馴染み深い白黒のピアノ型鍵盤です。音作りの設計思想も既存の音楽理論と非常に親和性が高かったわけですよね。はい。モーグは現在構成という手法を採用しています。はい。これは最初から倍音を豊かに含んだノコギリ波や区形波といった波形をオシレーターで発生させます。はい。そしてそこから不要な帯域をフィルターで削り取っていく方式です。なるほど。つまり巨大な大理石の塊から彫刻家がのみを使って不要な部分を削り落とし、美しい形を切り出していくようなプロセスですね。ええ、まさにその表現がぴったりです。彼が開発したラダーフィルターという回路を通すことで、最初はブワーッと空間に広がっていた荒々しい発信音がギュッじりじりと削り取られていくわけです。そして太く力強い音色へと変化していく。はい。従来の音楽の枠組みの中に電子音という異物をいかにして統合させるか。これはモーグの非常にしたたかでかつ実践的な戦略だったと言えます。興味深いですね。しかし対照的に西海岸のドナルド・ブクラのアプローチは極めて急進的でした。ええ、ブクラはモーグが採用した白黒の鍵盤を過去の物理的な機械機構に基づいた異物として完全に排除しました。完全排除ですか？はい。さらに彼は西洋音楽の基礎である12平均律すらも一つのグリッド、光子による抑圧であるとみなしていたのです。まあ、電圧というものは本来連続的で自由な変化を持っていますからね。それをなぜわざわざ階段状の固定された枠に閉じ込める必要があるのかと。ええ。その疑問への彼なりの回答が鍵盤の代わりに採用された金属製のタッチプレート。タッチプレート。はい。指の触れる面積やその圧力に反応して電圧がシームレスに制御される仕組みでした。決まった音階のボタンを押すのではなく、音というエネルギーそのものに直接触れる感覚です。なるほど。指先のわずかな動きで、ふわーっと空間に音を広げたり、ギュイーンと滑らかに周波数帯域を滑らせたりするわけですね。その通りです。あの、彼は自身の装置をシンセサイザーと呼ぶことすら拒絶していたそうですが、それはなぜですか？シンセサイザー、つまり合成するという言葉には、弦楽器や管楽器など自然界に存在する既存の音を模倣するというニュアンスが必然的に含まれてしまいます。ええ。彼は過去の音楽をなぞるのではなく、電子回路からしか生まれ得ない未知も音響を生成するための装置として、エレクトロニックミュージックボックス、電子音楽箱という呼称にこだわりました。音作りのアプローチも現在合成とは真逆ですね。そうですね。
ブックラーは倍音を持たない単純なサイン波などにウェーブフォールディングという回路を通すことで、後から複雑な倍音を付加していく加算複合的な手法を取りました。ただ、直感的には少し分かりにくいです。具体的にどういうことなのでしょうか？例えばサイン波の波が上に向かって伸びていくところを想像してください。はい、想像しました。通常の回路であれば、天井、つまり最大電圧にぶつかった時点で波の先端が切り取られてしまいます。これをクリッピングと呼びます。ええ。しかしウェーブフォールディング回路では、天井にぶつかった波がまるで紙を折り返すように下に向かって反転するのです。なるほど、反転ですか。はい、この折りたたみが発生することで、もともとは単純だった丸い波形に無数の角やシワが生まれ、金属的で複雑な倍音が生み出されます。削り取るのではなく、限られた空間の中で波形を折りたたみ、密度を高めていくわけですね。そういうことです。そして西海岸のシステムを語る上で欠かせないのがローパスゲートとその心臓部であるバクトロールという部品ですね。はい。ローパスゲートは音量とフィルターの開閉を同時に制御するモジュールですが、その内部のバクトロールは高電素子です。高電素子。入力された電気信号の強さに応じて内部の LED が光り、その光の強さを光機能抵抗が読み取って音の通り道をコントロールします。少し待ってください。光を使って音を制御するということですか？はい。なぜわざわざ電気信号を一度光に変換するプロセスを挟むのでしょうか？まさにそこが革新です。光信号そのものは光の速さで伝わりますが、 LED が完全に明るくなるまで、そして何より暗くなるまでに物理的な時間の遅れが生じます。なるほど。この光の残像のような遅延を利用して短いトリガー信号を入力すると、回路の反応がわずかに遅れ、まるで本物の打楽器を叩いて革が震え徐々に減衰していくような、ポーンポコポコという極めて有機的な余韻が生まれます。電気信号を光という物理的な現象に一度変換することで生命感のある滑らかなカーブを生み出しているのですね。その通りです。これがブクラボンゴと呼ばれるあの生命力にあふれた響きの正体というわけですか。ここで一つの疑問が湧きます。なぜブクラはここまで急進的で実験的な発想に至ったのでしょうか？彼の思想のゆりかごとなったのは、1962年に設立されたサンフランシスコテープミュージックセンター、通称 SFTMC でした。はい。ここは伝統的なアカデミアの権威から完全に独立した共同体でした。当時の西海岸はヒッピームーブメントやカウンターカルチャーの中心地であり、社会の熱気と直結していたのです。時代の空気感ですね。彼らの生み出す予測不可能で幻覚的な電子音は当時の時代背景であるいわゆる悪いお薬の影響などによるサイケデリックなトリップと深く結びついていました。その伴走者としての役割を果たしていた側面が資料からも冷静に読み取れますね。はい。そうした反体制的なエネルギーのうちで極めて重要な役割を果たしたのがポーリン・オリベロスという音楽家です。ポーリン・オリベロス。彼女の哲学は西洋音楽の根底にあるヒエラルキーへの鋭い批判でした。男性作曲家が絶対的な構造を支配し、演奏者や楽器がそれに従属するという従来のあり方に対し、フェミニズム的な視点から根本的な疑問を投げかけました。その実践として彼女が提唱したのがソニックメディテーション、音の瞑想、そしてディープリスニングという概念ですね。はい。彼女はただ受動的に音が耳に入るヒアリングと能動的に音へ耳を澄ますリスニングという行為を明確に区別しました。なるほど。環境音、ノイズ、そして電子回路が発する不規則な音色も平等に効くという実践です。彼女にとってブックラのシステムはただ設計者の意図通りに音を鳴らす機械ではなく、空間の音響特性や音同士の微細な干渉を探求するためのツールでした。つまりヒアリングからリスニングへの転換はシンセサイザーという存在を人間の命令に従うだけの従順な道具から自律性を持ち人間と対話するパートナーへと変容させたということですよね。ブックラのシステムが発する P、シュワという予測不能な波のうねりに対し人間が耳を澄まし応答していく。この相互作用こそが西岸的アプローチの真髄と言えます。この60年代の熱狂と思想の対立は70年代に入ると具体的な製品として決立し、両者の道は決定的な分岐を迎えます。1970年、小型でポータブルな鍵盤一体型のミニモーグモデル D
を発売しました。つまみの確実なクリック感、温かみのある木製のボディ、そして何より分かりやすい鍵盤を備えていました。はい。この機材はシンセサイザーイコール鍵盤楽器という世界的なイメージを決定づけ、ポップスやロックのステージを席巻しました。現実主義と大衆化の思想が見事に一つの完成を見たわけですね。対する西海岸はどうだったか。1973年、ブックラは同じくポータブルな機材でありながら、独自の非線形アプローチを凝縮したブックラミュージックイーズルを発表します。はい。その構成はミニモーグとは対極にあり、白黒の鍵盤は存在せず、無機質な金属製のタッチプレートと複雑な配線を可能にするスライダー群が並んでいました。モーグの木と鍵盤が提示した親しみやすさに対して、ブックラの金属とタッチプレートという異質さは商業的な大衆化に背を向け、独自を音響言語を求めてさらに深く進化を選んだのですね。はい。ポップミュージックの表舞台からは遠ざかるものの、その技術と哲学はより純度を高めていきました。しかし、1980年代、独自の進化を遂げていた両陣営に巨大な波が押し寄せます。それが1982年に誕生したMIDI という世界標準規格ですね。メーカーを問わず全ての電子楽器をつなぐこの規格は、見方を変えれば世界を単一のルールで縛る新たなグリッドの出現でした。はい。MIDI のデータ構造はノートオン、ノートオフというあくまで鍵盤を押して離すという行為を前提として設計されています。なぜならこの規格の策定を主導したのはアメリカや日本の鍵盤楽器メーカーたちだったからです。なるほど。鍵盤を叩くための言語として最適化されていたのですね。しかしそれは同時に西海岸が愛した指先のわずかなニュアンスでふわりと揺らぐ連続的で自由な電圧の変化が12平均率という強固なデジタルのグリッドの中に強制的に押し込まれてしまったという歴史的な転換点を意味します。そうですね。東海岸的な鍵盤思想の完全勝利ともいえる状況の中で、西海岸の思想は沈黙したかに見えました。しかし彼らは規格化された世界に対してあがい続けます。1988年、ポーリン・オリベロスは残響が45秒も続く巨大な地下貯水槽に録音機材を持ち込み、ディープリスニングの録音を行いました。これは空間そのものを巨大な楽器として扱う試みでした。閉じ込められたグリッドから逃れるために物理的な残響空間の果てへと向かったのですね。またドナルド・ブックラもミディの世界にありながら鍵盤というインターフェースを拒絶し続けました。はい。雷や空間を直接扱うかのようなサンダーという代替コントローラーを開発し、指先の動きと音をより複雑にマッピングする探求を止めませんでした。ミディという絶対的な規格化、強固なグリッドが世界を覆い尽くしたからこそ、逆にそのグリッドからはみ出そうとする彼らの音への渇望は、より純度の高い極上のものへと研ぎ澄まされていったのではないでしょうか。制限があるからこそ、それを超えようとする人間の意志が浮き彫りになるのだと感じます。非常に洞察に満ちたご意見ですね。そして時間は流れ、冒頭で触れた現代のモジュラーシンセサイザー、ユーロラックのブームへと回帰します。現代のラックの中を覗き込むと、そこにはモーグのラダーフィルターとブックラのウェーブフォールダーが互いの両分を尊重し合うように平和的に同居していますね。かつては相入れないかった2つのイデオロギーが現代のクリエイターの手によって自在にパッチングされ、新たな音楽を生み出しているのです。はい。西海岸の急進的な思想の舵は決して消えることなく、水面下で静かに燃え続け、現代になって再び豊かな表現として爆発しています。機材のスペック一つ一つ、その回路の奥底にこれほどまでに深い哲学と人間ドラマが刻まれていることに静かな感嘆を覚えます。当時のエンジニアたちが生み出した波形の振る舞いの一つ一つが今となっては非常に愛おしいものに思えてきますね。本当にそうですね。今日私たちが探求したのは単なる電子部品の進化の歴史ではありません。それは人間が未知の技術とどう向き合い、どう世界を認識しようとしたかという精神的な探求の記録です。リスナーの皆様、本日は技術と哲学の歴史にお付き合いいただき誠にありがとうございました。次にあなたがシンセサイザーの音色を耳にしたときは、ただの電子音としてではなく、その背後で揺らぐ思想の軌跡を感じてみてください。